ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、新型 iPad mini 6のですね、画像、レンダリング画像出てきましたので、こちら解説したいとね、思います。いやー、ジョン・プロッサーさんがね、これまた出してきました。MacBook Pro はですね、先週かね、WWDC でね、もうめちゃくちゃ外しちゃったんですけども、ずっとね、こう噂されてるね、今回、iPad mini の新型ですよね。はい。こういった、デザインについてはもちろんですね、細かい機能とか画像からですね、読み取れる部分っていうのをね、こう一緒にね、見ていきたいと思います。で、最後にね、こう予想される、価格だったりですね、あと、発売時期、これぐらいなんじゃないかなっていうのをね、ついてもですね、お話ししようかと思います。で、こちらのチャンネルではですね、Apple 製品をはじめとしたリーク情報だったりですね、あと、賢い買い方ですね、あと、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、ぜひね、チャンネル登録して最新情報を受け取ってもらえればと思います。またいつもご覧になっている方のね、まだまだ 15% ほどの登録ということなので、そこのあなた、まだ登録していないですよね。はい、これデータでバレてますんで、脅しじゃないけど、ドキッとした方はですね、これを機にぜひね、チャンネル登録してもらえればと思います。登録ボタンね、ポチッと押すだけなのでね、あと通知ベルもオンにすると最新情報がね、届きやすくなりますので、こちらもまだ登録者はね、9% ほどということなのでね、通知オンにして見逃さないようにね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。Twitter も日々こちらもタイムリーに更新してますのでね、ぜひ、もしよかったらこちらもフォローお願いします。で、本日の話題はですね、この新型の iPad mini なんですよね。現在発売された iPad の5ですね、第5世代はですね、2019年の3月にね、発売されてるんですよね。なんで丸2年以上もう経過してるということで、ですね、iPhone で言ったら今、なんでも iPhone XS とかのね、時代とかになっちゃうんですよね。それがまだちょっと普通に売られてるのがね、どうなのかなっていうところもありますし、実際2019年に登場したモデルっていうのも、言うてね、見た目は全く一緒なんですよ。iPad mini がですね、言ったらその2012年にね、登場してから、要するにもう中身の進化とかね、Apple Pencil の対応とかはあったりは、あれどですね、見た目はほとんど変化してないということなんですよね。っていうこともあり、iPad mini 6へのね、新型への期待が結構高まってるというか、っていうのと、やっぱ幾度となくもうね、もう新型の噂がもういっぱい出てるっていうね、ところなんですよね。例えば今年の4月にはですね、トニー・ディクソンっていうね、ディクソンさんという方がツイッターでですね、なんか iPad のダミーかな、新型 iPad ダミーですね、試作機らしきものを中にですね、iPad mini とかあったりしたんですけども、これね、今までと結構同じデザインだったりしたんですけど、iPad Pro に関してはね、なんかカメラがね、なんか3個とかになってたんですけど、この画像ではね。はい。実際はやっぱ2個だったので、おそらくこれガスだったのかなっていう感じはするんですが、一応 iPad mini もね、この中にね、あったりしたんですけどね。今回、リーカーのジョン・プロッサーさんがレンダリング画像ですね。こんな感じになるんじゃないかっていうね。あくまでこれ推測なんですけども、推測の画像なんですが、こちらがちょっと公開されたので、ちょっと見ていきたいと思います。はい。で、こちらがね、記事のトップ画像なんですけども、iPad Air 4の上に、なんか新型 iPad mini がなんか乗っかってる感じですね。はい。基本的には、やっぱり iPad Air 4をですね、ベースにして、それがやっぱ小さくなったものになるんじゃないかっていうのをね、表してる気はしますね。はい。で、よく見てみると、この iPad Pro にもあるですね、Apple Pencil をなんか装着する磁石の部分ですね、ここになんかあったりするんですけどね、そういった磁石部分があると。はい。つまりこれ Apple Pencil ね、やっぱ第2世代とかになんか対応とかね、表してるんじゃないかと思いますね。で、今回の大きなこのデザインチェンジとしてはですね、大画面になるということですね。あと大手のね、メディアのブルームバーグもですね、最新の記事の方で、画面でね、やっぱこの境界線がどんどん狭くなってくるっていうね、小さくなるっていう風に報じてまして、なんでホームボタンのね、やっぱ取り外しっていうのも今テストされてるんじゃないかっていう風にね、報じてますので、Air 4がやっぱ結局デザインチェンジされたので、iPad mini も、やっぱ同じようになるのかなっていうのね、感じがしてます。では、じゃあ実際にどんな感じになるのかっていうのをね、見ていきたいと思うんですが、はい。こちらがレンダリング画像ですね。まさに本当 iPad Air 4を小さくしたような、感じですよね。これなかなかいいですよね。で、他の Apple 製品と同様にですね、非常にフラットでね、やっぱ平らなデザインっていうのがやっぱ採用されるんじゃないかってところですね。で、カメラに関しても iPad Air 4とやっぱ同じようなものね、見えますと。はい。またね、ちょっと面白いのはスマートコネクターがあるんですよね。背面の下にね、ある3つの点なんですけども、今の段階では結構キーボードとかね、iPad Pro も、こちらにあるんですけども、この下の部分ですね、ちょっと光ってて見えないかもしれないですけど、今の段階で結構キーボードとかとね、簡単に接続する際に使われてるんですけど、
もしかしたら iPad とかと同様にですね iPad mini もなんかまあわかんないけど iPad ねiPad mini 用のスマートキーボードみたいなものがねこうつなげれるような形になるかもしれないですね。はい、でまたねもしかしたら iPhone とかね今 iPad Pro とかもね、噂されてるですねワイヤレス充電にねこう対応とか、そういったもののなんか布石じゃないけどあるかもしれないですね。はい、一応マグセーフ充電器とか出てきたりはしてるんで、これはちょっと何とも言えなかったりするんですけども、ブルームバーグとかもね一応報道したりもしてるんで、ということで、次の画像にね移りたいんですけども、こちらは、左が iPad Air 4ですね。で右が iPad mini との比較の画像になるんですが、Air 4をね要するにやっぱこう本当に小さくした感じなんですけども、よく見てたらこの画像だとねこのベゼルがなんかちょっと小さくていうか細くなってるね、黒い部分が細くなっているようにも見えなくはないと。はい、で Air 4でねやっぱ登場した技術をやっぱ iPad mini にそのまま活かしてくるんじゃないかなっていうところで、はい、過去のやっぱ Apple のね方法から見てもですね非常にねコストとかねやっぱ考えると新しいまたね筐体作るとまたすごいお金かかっちゃうんでねそういったことを考えるとですね非常に理にかなってるんじゃないかなと思います。はい、で本体サイズに関してなんですけども iPad mini 6はですね 206.3mm×137.8mm のかける厚さが 6.1mm か、だいたい20センチ14センチぐらいか、なってるんですけども今の場合、だいたいサイズのですね縦と横幅がちょっと3mm ぐらい増えたぐらい、なのでほとんど一緒ですよね。はい、で本体の厚さっていうのは今のモデルと一緒っていうことなので、今のサイズ感本当もうほぼ変わらないっていう感じなんで、本体サイズ変わらずに、やっぱ画面が大きくなるっていう感じですよね。今の、昔の iPad Pro の変化みたいなと同じ感じ。はい、なんで結構理想的なものになりそうな気はします。で画面が大きくなるのでロック解除がですね、iPad Air 4と同じですね電源ボタンに内蔵された、タイプのタッチ ID に、なるんじゃないかということですね。つまりFace ID 搭載ないのはちょっと残念なんですけど、Face ID やっぱ iPad Pro にねこう限定っていうねものになりそうですよね。iPad mini に関しては、外で結構使う機会とかね、なんか多そうな気もするので小さくて持ち運びやすいんでねメモ帳サイズだし、で正直タッチ ID の方がマスク考えると良さそうな感じはしますけどね。はい、ただタブレットだとねやっぱり Face ID がね非常に便利だったりするんですけど、はい、で続いてはね iPad mini 6のこの下のね底面の部分なんですけどもスピーカーが2つっていう風2つついてまして、であとようやくねこう USB-C の搭載ですね。はい、来ました。もうライトニングはね早くこれ絶滅してほしいですよね。もういりませんライトニングは。はい、これはなかなかいいかなっていうところで、はい、ただスピーカーに関しては Air 4はですねステレオスピーカーで上の方にもねあと2つついて合計4つですねついてたんですけど、ミニはですねどうやらスピーカーは下の2つだけっていうことになりそうですね。この辺がもしかしたらちょっと違いになってくるかもしれないんですが、ただ音に関しては結構ミニもね、いいっていう風な、記事には書いてあったんですけども、どうなるかな。でそして気になるですね iPad mini 6のカラーバリエーションですね。カラーバリについてなんですけども、なんとブラックとシルバーとゴールドのみの3色になるかもしれないというね、ことです。スペースグレーじゃなくて、なんでブラックなんだろうってね思ったんですけども、多分スペースグレーになるんじゃないかなって思うんですけど、Air 4にはですね、一応グリーンとあとスカイブルーっていうね選択肢があったりするんですが、ただカラーがね、もしかしたらこのカラフルなものは Air 4だけに限定されるのが確かにありえそうな気はしてますね。小さい画面のねやっぱりそのデバイスの需要っていうのが本当にあるのかっていうのが、正直ちょっと怪しいところがあって、例えば iPhone 12 mini とかねこれ非常に世界的に、売れ行きが非常に微妙というか、世界的に見たらちょっと失敗かなっていう感じになってまして、そう考えるとやっぱり大きい画面のねデバイスのやっぱ需要がやっぱ高いんで、カラーを絞って、最初はちょっと販売するのかなっていうね、それがちょっと現実的な感じは確かにしてますね。ブルーとか正直欲しいんですけど個人的には、はい、でまたちょっと興味深いのがね Apple Pencil のサポートですね。やっぱ手帳サイズのねやっぱ iPad mini になるんでペンシルとの相性非常にねいいんじゃないかって思うので、ある意味本当一番ねこのペンシルと相性いいんじゃないかなと思うんですけども、ただね今のモデルだと長さ的にね iPad mini だと本体からねはみ出しちゃうんですよ。だいたい iPad のねこの例えばプロとかと同じ長さなんですよねApple Pencil って。今の形でねつけれてもなんかすごい邪魔になっちゃうんで、じゃあどうするのっていうねところなんですけども、
ちょっと覚えてる方いらっしゃるかもしれないですけど、Apple Pencil 3のですね、第3世代新しいもののリークされた画像が数ヶ月前にね、これあったんですよね。これが見方による気もするんですけど、iPad mini でも使えるように、もしかしたらこれ短めにね、設計されてるんじゃないかっていうことなんですよね。なんで次のその Apple Pencil、3ですよね。新しいものでは iPad mini その6でね、小さいものでも使えるために、ちょっと短めになって出てくるんじゃないかなっていうこともあるかもと。なんで iPad mini 6と、出てくるタイミングでもしかしたらその Apple Pencil のね、新しい新型が登場するかもしれませんね、これ。一応全部で使えるようになるっていうのが、可能性としては高いのかなと思いますけどね。記事の中では iPad mini 用に短いペンシルが出るとかいう可能性は言及はされてましたけど、多分全部で使える方がいいよね。ということで、ここまで踏まえてですね、ちょっと iPad mini の価格だったりですね、発売時期とか、どれぐらいになるのかなっていうのをちょっとね、考えてみたいと思うんですが、あと、細かい性能とかもですね、見ていきたいと思います。はい。基本的にはやっぱ iPad Air 4と同じような感じにはなると思います。はい、でおそらくなんで、例えば容量としては 64GB とおそらく多分 256GB の構成になろうかなっていうところだったりですね。あと同じその電源ボタンに内蔵された、さっき言ったようなタッチ ID の、搭載ですねなったりとか、はい、あと画面のですね、解像度とかね基本的に iPad Air 4と同じで、あとカメラ性能だったりとか、インカメラ、アウトカメラ、あとWi-Fi6 とかに関してもね、通信とかに関しても基本的に同じだろうということですね。はい。ただね、ちょっと一つ違う点がですね、iPad mini 6に関してはセルラーモデルが5G に対応するんじゃないかというふうにジョン・プロッサーさんは言ってますね。iPad Air 4はね、5G 対応してないんですけど、でまた、チップに関してもですね、同じ A14 バイオニックチップですね、iPad Air 4と全く同じですね、搭載になるんじゃないかということですね。これは非常に性能がぐんって上がってますので、これ非常に期待したいところですね。で、あと気になるこれ発売時期に関してなんですけども、年内に一応登場という感じにはなってますね。はい。ちょっと曖昧な感じなんですけども、個人的には多分年内にはあるんじゃないかなと思ってます。はい。今までのね、例えば iPad mini のリリースのタイミングとかをね、考えてみるとですね、ほとんど大体もう秋頃にね、最近登場してるんですよ。また、ブルームバーグのね、の方もですね、年内に登場っていう風に言ってるので、可能性としてはね、今のところね、高いんじゃないかなと思いますね。で、大体やっぱね、iPhone の登場の後ぐらいにね、出てくるのがね、多かったりするので、大体9月からね、11月ですね、秋頃、そこら辺の登場がね、非常に濃厚なんじゃないかと思います。で、気になるちょっと価格についてなんですけども、Air 4で大体1万円ぐらいね、値上がりしたので、おそらく iPad mini 6とかも値上がりするだろうと思いますね。フルモデルチェンジするんで、モデルチェンジするので、妥当かなっていう感じがするんですが、大体なんで 64GB で、今のモデルが大体税込み5万円ぐらいなので、おそらく5万9000円とか、6万円前後ぐらいになるんじゃないかなっていうところで、256GB モデルが、今のね、大体 64GB と 256GB の価格差が大体1万9000円ぐらいなんですよ。なんで、おそらく7万8000円とか、8万円いくかいかないかぐらいのものになるんじゃないかなっていうところですね。ちょっと値上がりはちょっと覚悟しておく必要があるかなっていうところですね。今回一応あくまでね、このレンダリング画像からの予測っていうね、ものに過ぎないんですが、おそらくね、こんな感じになるとは思いますね。で、iPad mini 6は、非常にサイズ感は一緒なんだけど、その大画面っていう風になるので、なかなか結構ね、多少高くなっても売れるんじゃないかなと思いますね。っていうか僕、なかなかいいなと思いました。はい。ということでまたね、ちょっと今後動きとかあったら、また動画ね、投稿していきたいと思いますので、今後ね、発売時期とは非常に気になるなっていう方はぜひね、チャンネル登録していただいてですね、非常に今回参考になったなと思ってぜひグッドボタン、だったり通知ベルね、押していただければと思います。で、本日もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。